はい、こんにちは。今回なんですけども、こちらのヨービーボの X ボートプロ、こちらをですね、レビューしていきたいと思います。この X ボートプロは2022年3月11日からクラウドファンディングサイトのグリーンファンディングでクラファンが始まるということなんですけども、発売前のサンプルをですね、お送りいただきまして、こちらですね、レビューしていこうと思います。サンプルはお送りいただきましたけども、金銭のいじりは一切ありませんし、今回もですね、良かったところから悪かったところまで何でも言ってもいいということでしたので、今回もガチレビューでやっていきたいと思います。この X ボートプロは一般的な完全ワイヤレスイヤホンのようなカナル型ではなくて、ノーマル AirPods のようなインナーイヤー型のイヤホンとなっていて、今となっては珍しい形のイヤホンとなっています。このヨービーボのイヤホンってあんまり聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、デザインとかにかなりこだわってるイヤホンになっていて、インスタとか見てると結構ですね、このシリーズのイヤホンですね、使ってる方とかですね、見ることがあるかなと思うんですけども、それぐらい、見た目とかですね、デザインの中にこだわってるのが特徴のイヤホンになっています。今回ですね、こちらの X ボートプロを提供いただいてから2週間ぐらい使い込みましたので、こちらをですね、良かった点から悪かった点までしっかりとですね、レビューしていきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、X ボートプロのレビューを行っていくんですけども、まずはスペックや価格についてご紹介していきたいと思います。ノイキャンや外音取り込み、それからワイヤレス充電には対応していないモデルになっていまして、片耳のイヤホンのみでの使用は可能となっています。片耳で使用したときは、モノラル再生になりますので、片耳だけつけて散歩に行きたいというようなニーズにも応えられるイヤホンになっていますね。マルチポイント接続は未対応です。Bluetooth のバージョンは最新の 5.2。対応コーデックは SBC、AAC、aptX に加えて aptX アダプティブにも対応していますので、スマホ側が aptX アダプティブに対応していると、よりですね、高音質で音楽を楽しむことができます。ドライバーは 13mm のダイナミックドライバーが搭載されていて、完全ワイヤレスイヤホンの中ではかなり大きいドライバーが搭載されているというのが特徴ですね。充電時間は本体が約1時間、イヤホンケースが約 1.5 時間となっています。バッテリー持続時間なんですけども、イヤホン本体が最大5時間、イヤホンケース併用で最大40時間となっています。カラー展開なんですけども、スペースシルバー、ナイトブラック、サイバーグリーンという3色展開になっていて、私はですね、サイバーグリーンという色を送っていただいたので、後からそちらですね、本体をお見せしていきたいと思います。イヤホンの防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C となっています。保証期間は1年間ですね。その他としましては、ゲーミングモードですね、低遅延モードが搭載されていますので、ゲームとかですね、動画を見るときなんかに、遅延があるなと思ったら、低遅延モードに入れることで、フラグが少なくなるというものが搭載されているのと、冒頭でもご紹介しましたけども、こちらインナーイヤー型のイヤホンとなっていて、どうしてもですね、カナル型のようにですね、耳にですね、はまっているのが好きじゃないという方にとっては、新たなですね、選択肢の一つになるんじゃないかなと思います。価格なんですけども、定価15,000円ほどで発売されるということなんですが、クラファンでですね、最大半額の7,500円から発売されるということになっています。この7,500円なのは100セット限定ということで、遅くなるとちょっとずつですね、値段が上がっていくということなんですけども、最安で7,500円で購入可能ということになっています。はい、それでは外観やデザインを見ていきたいんですけども、外観はこんな感じになっていまして、かなり横長のケースになっています。このイヤホンの特徴が普通のですね、完全ワイヤレスイヤホンのように、イヤホンが中に収まって蓋がですね、パチッと閉まるような形ではなくて、このようにイヤホンがですね、外にはみ出てるというか、そういう感じになっていますので、簡単に指でスライドさせるだけでこう取り出せるという感じになっています。ですので、蓋の開け閉めなんかも必要ないですし、音楽をですね、聴きたいと思った時にすぐ取り出せるっていうのはとてもいいかなと思います。この辺の質感もですね、かなりメタリックな感じがしていて、ひんやりとした感じがあって、とてもですね、高級感がありますね。で、真ん中にインジケーターがついているという感じです。裏に行きますと、こんな感じで、ヨービーボのロゴがですね、ちょっと見づらいかもしれませんけども、こんな感じで入っていて、この辺もかなりおしゃれな感じがあります。で、こちらに USB-C の充電端子がついていて、こちらから充電することになりますね。このメーカーはデザインにかなりこだわっているということで、他のですね、完全ワイヤレスイヤホンとは一線を画すようなデザインになってるんじゃないかなと思います。このサイバーグリーンという色もですね、かなりおしゃれな綺麗な感じの色になっていて、いいんじゃないかなと思いました。イヤホン本体を見ていくんですけども、こんな感じになっていて、先ほどもご紹介しましたけども、AirPods のようなインナーイヤー型のイヤホンになっていますので、このようにですね、イヤーピースとかがついていない完全ワイヤレスイヤホンになっています。
昨年発売された AirPods 第3世代と比べるとこんな感じのサイズ感になっていて、ノズル部分は AirPods 3よりはちょっと長いですけども、この頭の部分は AirPods 第3世代よりはちょっと小さいなという感じのサイズ感になっています。どちらかといえば AirPods のですね、最初の世代、第1世代なんかと似たような形になっています。裏から比較するとこんな感じですね。このノズルの部分がちょっとですね、太めな感じになっていまして、横から見るとですね、この厚みは少なくて平べったいようなですね、きしめんのようなノズルになっていますね。ノズルの先っぽの方はちょっと違う質感になっていまして、結構高級感もあるんじゃないかなと思います。裏面もですね、こんな感じのつるっとした材質になっていますね。イヤホン本体はケースに比べるとそこまでですね、金属感があったりとかするわけではなく、この辺プラスチック感があってめちゃくちゃ高級感があるっていうわけではないんですけども、とても軽いというのが特徴になっています。この後ですね、重量なんかも測定していきます。それでは重量を測定していくんですけども、イヤホンケースとイヤホンを合わせた重量です。52.4g となっていますので、通常のですね、他の完全ワイヤレスイヤホンと同じぐらいの重量になります。イヤホン本体の重量は両耳で 7.8g となっていますので、片耳 3.9g ですね。これはとても軽い方で、他の完全ワイヤレスイヤホンだと5g 台とかが結構多いので、イヤホン本体はとても軽い仕様になっています。そうしましたらサイズも測定していきたいと思います。ケースの横は 34.4mm となってますね。ケースの縦は 85.1mm となっていて、縦の部分は結構長いかなと思います。ケースの厚みは 17.9mm ほどとなってますので、とてもですね、薄いので、十分ですね、ポケットなんかにも入れますし、胸ポケットなんかでも十分ですね、入れられるサイズ感なんじゃないかなと思います。イヤホン本体のサイズも測っていきますけども、まずはこの頭の部分ですね。ここの縦が 15.7mm となっています。頭の部分の横が 18.2mm となっています。で、厚みが 15.6mm となってますね。ノズルの長さが 22.5mm となっています。ノズルの長さが 22.5mm ということで、少し長めのイヤホンになってますね。はい。そうしましたら付属品なんですけども、付属品はですね、こちら USB-A と USB-C のこんな感じのですね、ケーブルがついていました。今回ですね、サンプルということで、まだマニュアルが作成中ということだったんですけども、日本語のですね、マニュアルがしっかりとですね、入ってくるということですので、クラファンで申し込む方は手元の届く時にはしっかりとですね、日本語でマニュアルがつくということになっていますので、初めて完全ワイヤレスイヤホンを使うっていう方も使いやすいんじゃないかなと思います。はい、続きまして装着感についてなんですけども、装着感はインナーイヤー型というですね、この形ですので、とてもですね、軽い装着感で、重量そのものもめちゃくちゃ軽いので、とてもですね、軽くて、つけていてもですね、全然苦にならない装着感にはなっています。ただ私ですね、このインナーイヤー型のイヤホンって昔ですね、AirPods の第1世代を持っていた時は、歩いていたりとかですね、電車でちょっと壁にもたれかかっている時なんかでも、ちょっと顔を傾けただけで外れてしまうぐらい、あまり得意じゃなかったんですけども、この XPort Pro に関しては、AirPods の第1世代よりは外れにくいなという感じがしました。歩いていたりとかですね、その壁にもたれかかる時に頭をちょっと傾けたりなんかしても外れる感じはなかったですね。先ほどお見せした AirPods の第3世代に比べると若干ですね、安定感は落ちるかなという感じがしていて、AirPods 第3世代の方がちょっとランニングとかしてですね、しても外れないかなという感じがしています。ですので、こちらのですね、XPort Pro は日常生活してるだけだったら十分ですね、外れない感じで落としてしまうこともまずないんじゃないかなと思うんですけども、ランニングとかですね、ちょっと運動時に使いたいってなると、私の場合はちょっときついかなっていう感じがしました。それぞれの方のですね、耳の形によると思いますので、普通に AirPods とかつけてですね、ガンガン運動している方もいらっしゃいますし、もともとですね、昔 AirPods を使っていて全然外れる感じはなかったとかですね、安定してつけられていたという方にとっては十分ですね、つけられる形になっていると思います。XPort Pro をですね、装着して横から見るとこんな感じに見えます。ノズルの長さが 20mm 以上あって、ちょっと長いかなって感じはしていたんですけども、そんなにですね、大きく目立つ感じじゃないというか、かっこ悪い感じではないのかなと思っています。結構この下の部分のですね、光沢がある部分がアクセントになっていて、結構かっこいいんじゃないかなと思います。装着したところを前から見るとこんな感じに見えますね。結構ノズル部分が先ほどお見せしたように結構平べったい形をしているので、そんなにですね、耳の横にね、はみ出るような感じじゃないですし、割と顔に沿ったような感じで装着されるので、そんなにですね、ノズル部分も目立たないのかなと思います。といった感じで装着感に関しては、日常生活だったら私の場合は十分使えて、耳から落ちてしまってどっかにですね、なくしてしまうっていう心配もそんなにないのかなと思える装着感になってました。
続きまして音質についてなんですけども、この XBOT Pro は先ほどスペックのところでもご紹介した通り 13mm のダイナミックドライバーが搭載されていて、 13mm というと完全ワイヤレスイヤホンの中では最大級クラスのとても大きいドライバーになっています。通常だと結構 6mm から始まって大きくても 10mm とかいうぐらいですけども、こちらはですね 13mm というめちゃくちゃ大きいドライバーが搭載されていますので、低音の迫力もとても強かったですね。家の中で最初これをですね視聴した時は低音がめちゃくちゃ強くてウーハーが効いているようなですね迫力がある低音になっているかなと思いました。ただその低音がですね汚らしいというか全然違和感がある低音じゃなくて、めちゃくちゃですねバランスが悪いとかそういうわけではないかなと思いました。それからこのインナーイヤー型のイヤホンの特徴としては、音の広がりなんかがしっかりとですね再現されやすいというか表現しやすい構造ですので、その辺のですね音の広がりも十分良くて、このヨビーボシリーズは使ったことはなかったんですけども、結構インスタなんかで見てるとよく出てくるなと思っていたので、音よりもデザイン重視なのかなと思っていたんですけども、そんなこともなくて、音楽もですねしっかりと楽しめました。このですねシャープなデザインからはちょっと想像できないというか、かなり低音のアタック感も強かったので、その辺はですね見た目のイメージとは若干違うかなとは思ったんですけども、デザインだけ見てですね購入した方は若干ですね見た目と音の傾向というのが違うかなと思うので、その辺はですね知っておいていただけるといいんじゃないかなと思いました。外出先で聞いた時なんかはですね、そのめちゃくちゃ強い低音っていうのは、ちょっとですね他の外の音にかき消されたりなんかして、そこまでめちゃくちゃ強いとも思わなかったので、割とですね家の中で聞いている時よりかはマイルドになって、よりですねバランスがいい音になってるんじゃないかなと思いました。個人的にですねデザイン重視のイヤホンだという認識でしたので、音はですねそこまでですねめちゃくちゃ期待してなかったというのが正直なところではあったんですけども、そのイメージをですね、覆されるぐらいですねしっかりとした音情のですね広がりだったりとかがあって、想像を超えてとてもですね音楽を楽しめましたね。続きまして操作感についてなんですけども、操作はこちらですねタッチセンサー式になっていて、この根元の部分のあたりをタッチすることで操作することができます。でタッチ操作もイヤホン本体で必要な機能ですね全て行うことができまして、音楽の再生一時停止、曲送り曲戻し、それから音量の上げ下げもできますし、ゲーミングモードの入り切りももちろんできるということになっていますので、必要な操作は可能です。で操作しているときは例えば2回タップで音楽の再生一時停止ができるんですけども、音楽の再生一時停止とかの操作をした時っていうのは別にですね操作音なんかはならないので、そういう部分でちゃんと反応してるかどうかっていうのは若干分かりづらいなっていうのはあったんですけども、音楽の再生一時停止もですね曲送り曲戻しも音楽がですねもちろん変わったりとかしますので、そういう部分で分かるので、そんなに間違えることはないんですけども、個人的にはタッチした時のですね操作音なんかが鳴ってくれると良かったかなと思いました。でゲーミングモードの入り切りの時だけはゲーミングモードオンとかですねオフのアナウンスが流れるので、その部分は良かったんですけども、通常操作の時はアナウンスなんかは流れないということになっています。操作自体はですねタッチの感度もいいですし十分かなとは思いました。でレビューの最後に通話品質なんですけども、こちらはですねいつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはヨービーボの XBOT Pro とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うとこのような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。おおむねですね、音質としては良くて、低音の音なんかも入ってますし、いいんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと高音がですね、ザラザラしてる感じもあるかなと思うので、十分ですね、通話はできますし、全然悪いというほどではないんですけども、めちゃくちゃいいかって言われるとそこまではないという程度の音質になっているかなと思います。オンラインミーティングとかですね、会議なんかでも十分使える品質になっているとは思います。はい、ここまで XBOT Pro のレビューを行ってきたんですけども、ここからは気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。気になった部分の一つ目なんですけども、こんな感じでですね、イヤホンをケースに入れたままで、こうやって見るとですね、右と左の違いがですね、上から見てもよくわからないんですね。こう見ても同じように見えますし、こっち向きでも同じように見えてしまうので、本当はこっちがですね、右で、こっちが左なんですけども、取り出そうと思った時に右を取り出したかったのに、こうですね、こっちはですね左だったという感じになっていて、どっちが右かっていうのがパッと見分かりづらいですね。他の完全ワイヤレスイヤホンだったらケースは開けた向きです。そのまま右側を取り出せば右ですし分かりやすいんですけども、こちらはですね、蓋がなくて左右対称に見えてしまうということで、どっちが右かっていうのが分かりづらいですね。裏返してですね、この予備本のロゴがこう読める状態でひっくり返せばですね、こっちが右で
こっちが左っていうのはわかるんですけども、パッと取り出した時にどっちがどっちかっていうのがちょっとわからないという部分があります。イヤホンはですね、ケースにしまう時にはこっちが右っていうのはですね、こう中に LR の表記があるので分かりやすいんですけども、ケースから取り出す時っていうのは若干分かりづらいなっていうのがありました。続きまして気になった部分の2つ目なんですけども、先ほど装着感のところでもご説明した通り、こちらですね、Apple の AirPods 第3世代なんかに比べると、ちょっと耳から外れやすいなと私の場合は思いました。インナーイヤー型ということで、イヤーピースがついていないイヤホンになりますので、耳の穴にですね、しっかりとはめ込むっていう感じじゃなくて、耳に引っ掛けるように装着することになるんですけども、私の場合はですね、AirPods 第1世代の時とかでも結構耳から外れてしまったりして、ちょっと使えないなと思っていたんですが、それに比べればいいものの、昨年発売された AirPods 第3世代に比べると、ちょっとですね、外れやすいかなっていうのがありました。ですので私の場合は、普段使いだったら全然大丈夫ですけども、運動とかですね、ちょっと走ったりするのはちょっと難しいかなっていうほどの装着感になっていますので、皆さんのですね、耳の形によっては若干外れやすいかなって感じる方もいらっしゃるかなと思います。で、最後のですね、気になった部分なんですけども、この XBOT Pro は aptX アダプティブまで対応していて、ハイレゾ相当の音源も聞けるというのが売りではあるんですけども、海外版のものは LDAC に対応しているということになっているみたいなんですけども、日本版のものは LDAC には対応していなくて aptX アダプティブに対応しているということになっているようです。もともとですね、スマホ側が aptX アダプティブに対応している方にとっては、それでもいいのかなと思うんですけども、スマホがですね、LDAC には対応しているけども、aptX アダプティブには対応していないという方にとっては、ちょっとですね、残念かなとは思いました。海外版のですね、サイトなんかを見てみると、LDAC という表記があるので、LDAC に対応しているのかなと思っちゃう方もいらっしゃるかもしれないですけども、日本版はですね、aptX アダプティブのみに対応しているということになっていますので、注意していただけるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで今回、ヨービーボの XBOT Pro、こちらをですね、レビューしてきました。デザインもですね、やっぱりこだわっているということで、とても高級感があってですね、かっこいいですし、あと音質もですね、とてもですね、ウーハーを効かせたような低音の迫力があったりとか、このインナーイヤー型、特有のですね、音の広がりなんかがあったりして、とてもですね、気持ちよく音楽も聴けましたので、とても良かったかなと思います。どうしてもカナル型のイヤホンが苦手ということで、インナーイヤー型のイヤホンは欲しいけども、やっぱり AirPods だと結構金額がですね、2万円以上したって高いということもありますので、そういう方にとってはですね、とてもいいかなと思います。AirPods だと SBC と AAC というですね、コーデックにしか対応していませんけども、こちらはですね、aptX アダプティブにも対応しているということで、Android のスマホを使っている方でもですね、とても解像感の高い高音質で聴くことができるということで、とてもですね、コスパが良くて、インナーイヤー型のイヤホンのですね、選択肢の一つとしてとてもいいんじゃないかなと思いました。でケースの中にですね、すっぽり収まっているわけじゃないので、こう簡単にですね、すぐ取り出せますし、そういう部分をですね、音楽を聴きたい時にすぐ取り出せるというのはとてもいいかなと思いました。逆に言うと、ここですね、イヤホンがケースに守られていないので、金属のですね、鍵とかコインなんかがですね、ガリッと当たっちゃうとちょっと傷ついちゃう可能性はありますけども、そちらですね、メリット、デメリットありますので、そういう部分がですね、共有できる方はとてもいいんじゃないかなと思います。2022年の3月11日から始まるクラファンだとですね、1万円を切る7500円から購入できるということですので、気になる方は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていきますので、気になる方はこれからも見ていただけるととても嬉しいです。それから私はブログもやっていまして、ブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にそちらもチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。